オスマサオです。本日はですね、プライムエージェントという、エージェントハーネスがですね、話題になってますんで、これについてお話していきたいと思います。自己改善する再起型言語モデルみたいな感じでですね、結構ね、名前派手というか、これなんやねんっていう感じになるような、ものになってるんですけど、基本的にはですね、クロードコードみたいな形で、プライムエージェントとやっていくとね、ここで使っていけるような、例えばオープンコード Go であったりだとか、様々なサブスクとかね、API キーとか挿して、使っていける、そんなエージェントになっているんですけど、これ結構ね、ちょっと独特な試みというか、いうのもやっていたりだとか、ベンチマークめっちゃ強いですよみたいなね、部分のアピールがあるんですけれども、どういう仕組みをね、持っているのか、そういうのを含めてですね、お話できたらなというふうに思います。はい、ベンチマークはね、ものすごいですよ、みたいな感じで書いていたりだとか、僕らね、よく見るやつだったら、このね、ArcAGI3 みたいなね、初見のパズルゲーム群の、試行錯誤で解かせる試験みたいなのがね、あるんですけれども、そこですごいスコアを出しているけれども、スコア稼ぎのね、部分だけ観測されたみたいなのもあったりするんで、なんですけれども、それを抜きにしても、ちょっと独特やったりするんでね、解説していきたいと思います。というところで私のチャンネルでは AI に関する最新情報や本質情報を、できる限り早く、より深く、ほぼ毎日動画投稿します。よかったらチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。今日も動画やっていこうかなと思うんですけどね。はい、この、プライムエージェントに関しては、概要欄のリンクの方にもね、残しておきますんで、興味のある方、ぜひ、手を動かしてね、いただくのが一番、インプットにはかどるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ざっくりね、僕が使ってきた部分とかを含めてお話しすると、まずですね、このエージェントに関して持っているツールというのは一つ Python の実行環境を動かすツールだけを持っています。なんで編集サブエージェントの起動検索とかね、その Python 実行環境を実行するためのツールを通して呼び出します。なんでね、実行したりすることのその環境、これ使い捨てしないんで、途中読んだデータとか、途中経過みたいなのは残り続けて、かつ、エージェントのですね、コンテキストウィンドウのところに膨らんでいったりとかしないっていうのが、特徴としてあります。なんでね、この裏側の部分を結構頑張ってますよ、みたいな感じにはなっています。あらかじめに準備したりだとか。はい。で、スキルとかメモリとか、そういう部分に関してはですね、自分で書き足して育てていくというところで、再起型言語モデルみたいなね、ちょっと大層な名前にはなっているんですけれども、そういう仕組みもあると。で、OPUS5、これとの組み合わせで ArcAGI 王道なね、ベンチマークあるんですけれども、非常にですね、難しいベンチマークなので、そんなね、90何%みたいなのもね、パンパン出るようなものではないんですけれども、人間エキスパート基準で結果を出しましたよと、いうのを、お話してくれています。はい。ここにね、ちょっと ArcAGI のベンチマークの、部分で出してるんですけど、API 経由で、やったりとかしたりだとか、あるいはね、クロードオーパスを、AGI3 ハーネスとかでやると、30% ですよ、みたいな。はい。AGI、ハーネスでやると、GPT5.6 それやったらね、13.3% とか、そういう感じになってるんですけど、ここでも圧倒的ですよ、みたいなのを見せてくれてるんですけどね。これもいろいろ、意見が出てきそうやな、というところではあるんですけどね。はい。で、まずですね、プライムエージェントに関しても、もちろん、モデルを提供してるわけじゃなくて、ハーネスを提供していますよというところで、実際プライムエージェント自体は、ソフトウェアというかね、アプリみたいな感じではあるんですけれども、それを通してね、親エージェントとか、いろんな仕組みを作ってくれている、ハーネスということですね。で、モデルは自由に差し替えができますし、品質とかの安定、再現、評価とか監視とか、そのあたりの一貫性があると。で、資産がハーネス自体に蓄積されるような仕組みになっていますと。クロードコードで言うと、スキルの読み込みとかサブエージェントの起動とか、ターンの管理をね、したりする側になっていたりします。で、中のね、ツール、普通だったら、いろんなツールをね、エージェントが持ってたりするんですけれども、そこちょっと工夫していたりだとかして、Python の
実行環境自体を持っていて、まあ、これを呼び出すね、ツール、まあ、ここの、組み合わせみたいな感じで、綺麗に、やっていくという感じにはなっています。まあ、一個ね、もう抽象化して作ってると。まあ、この発想結構面白いなと思っていたりします。実際にですね、実行内部での環境に、まあ、一個でツール定義がありますけど、これを通して、例えば、1位の文字列の置換をやってたりだとか、ウェブサーチとか、あとね、サブエージェントと起動で RLM というものを使ったりだとか、まあそういう感じでですね、内部では細かくやれるようになっています。まあこういうのをね、しっかり準備してくれているっていうところも一つのバリューかなという感じですね。はい。まあなんでまあ、親エージェント視点ではですね、めっちゃシンプル。まあ子エージェントもね、使うの、これめっちゃシンプルなんですけど、どんどんね、まあネストしていけるような作りにもなっているようですね。これをやると何が嬉しいかっていうと、まあ、何十個もね、ツール定義とかやらなくていいんで、まあ、プロンプト、ちょっと、コンテキストね、節約するとか、そういう側面もあったりします。はい。で、道具を増やすとき自体も関数を増やすだけなので、まあ、コード変更とか、ツール定義のね、変更とかはいりませんよとかっていうところが、まあ、特徴としてあります。これがね、結構、このプライムエージェントの一つの面白いポイントになっていたりします。で、もう一個ですね、作業場を使い捨てにしないというところで、まあ、コンテキストウィンドウをね、イメージしてほしいんですけど、まあ、ツールをね、どんどん使っていくと、まあ、途中過程で、まあ、ノイズみたいなね、情報とかも入ってたりすると思うんですけれども、プライムエージェントに関しては途中過程ね、まあ、変数として保存はしていくんですけれども、まあ、サブエージェントからね、まあ、親エージェントに帰っていくときに、まあ、サマリーが返っていくように、まあ、本当にね、必要なところを、まあ、プリントして、出力するような形にして、要点だけね、渡すような、まあ、そんなものになってます。なんで途中過程とかね、残しながら、まあ、高速かつ低コストでやっていけますよっていうような仕組みを一応この中に入れているという感じです。まあ、コンテキストのね、節約みたいなの、実はね、こっそり、また、話題にもなりつつあるんじゃないかなと思います。トークをね、どんどん燃やしていくっていうトレンド、まあ、流行ったらね、その一方で、まあ、そこの最適化をね、どうしていくかっていうのも、同時に話題になるんですけどね、まあ、RTK とかね、はい、まあ、いろんなものが話題になってますけど、まあ、そういう部分の、仕組みじゃないですけれども、コンテキストのね、最適化みたいなところもしっかりやっている。それがね、このプライムエージェントだという話です。はい。で、実際エージェントからエージェントを呼んでいくときには、この RLM っていうね、いうやつで、まあ、自分と同じ仕組みのコエージェントをどんどん作っていくという感じです。まあ、結構ね、これ別になんか、めちゃくちゃ新しいわけじゃないんですけど、まあ、結構攻めてるなというか、まあ、そういうようなね、仕組みになっています。うん。まあ、クロードコードサブエージェントでね、まあ、いろいろやってたりするんですけども、まあ、プライムエージェントもね、まあ、近い形ではあるんですけれども、こっちは、サブエージェントはまあエージェント呼び出してね、まあいろいろやってますけど、まあプライムエージェントに関しては、まあツールの呼び出しとかね、結構機械的、決定論的な部分に寄せていってるみたいな、作りになっている感じですね。はい。まあ、実際じゃあこのプライムエージェント僕が、まあこれだけで斬新だっていう、アピールがありますけれども、まあそれに対してじゃあ僕使うかっていうところでいくと、まあ使わないから、まあ仕組みを考え、頭には入れておきたいけど、みたいな感じありますかね。まあやっぱユーザー体験みたいな部分とかね、そのハーネスの、まあ思想をどこに投資するかみたいなところで、まあもうちょっとスマートにね、クローズでやっていきたいなということは思いまして、っていうところではあります。はい、まあちょっと感想を挟みましたけどね、まあ使えば使うほど育つハーネスみたいな形で、まあタスク実行したらその作業ログをね、まあ振り返るみたいな仕組みもあって、まあそこからね、どんどん、新しいスキルとか、やっていくような部分を、まあ実際この中に持っているという感じです。まあここに関してはね、実は僕も独自で結構考えてて、まあスキルがどんどんね、増えていくと、まあちゃんと呼び出してくれるのか、まあそういうね、課題は出てくるかなというふうに思います。まあ、さらにはね、やっぱスキルを作るっていう部分のそのセンスっていうのを、まあ、仕組みとして持ってていれば、まあ、ここのね、まあ、メタハーネスとか、まあ、そういう部分もね、機能するんですけれども、個人的にはこの裏側の仕組みはあんまりね、斬新だとは思わなかったなっていう感じですね。まあ、もちろん皆さんもソースコード見ていただいたら、一番いいんじゃないかなと思います。ソースコード自体がね、共有されているので、まあ、自分のハーネスに足りないものはなんだとかね、いう形で聞くっていうのも一つかなと思います。はい。まあ、あとはね、ベンチマークがめちゃくちゃ
ゃすごいですよっていう話ありますけども、まあ個人的にはね、まあここはまあちょっと、そうなんだぐらいでね、読んでおくといいかなと思います。で、まあ人間通してね、対話をしていく、まあここのハーネス部分がプライムエージェントであって、親エージェントがまあ初めにね、セッション一つとして持つんですけど、まあ RLM とかでね、まあサブエージェントですよ。呼び出して、まあいろいろ仕事をさせると、このコエージェントに関しては、まあ、同じ構造のね、別セッションみたいな形で、で、かつ、まあ、Python の実行環境とかね、持ち続けるので、まあ、ここでね、いろいろ、作業していき、メッセージを返していくと、いう感じで、まあ、結構仕組みとしてはね、まあ、シンプルではあるんですけど、まあ、そういう形でやっております。で、まあ、実際の、このプライムエージェントのループの側の部分に関してはタイプスクリプトでね、書かれているんですけど、実行環境は、まあ、Python で作られているという感じになっています。で、サブエージェントは非同期で作られているんで、まあ、これでね、まあ、プライムエージェント自体にリクエスト、まあ、親エージェントからリクエスト来たらね、まあ、この ID、プライムエージェントが、まあ、結構これアプリケーションだと思ってもらったらいいかなと思うんですけど、ID 即返して、コエージェントを、まあ、スポンサーして、まあ、で、独立してですね、ここが動いて、結果を返すみたいな感じになってます。で、親エージェントからは、リストサブエージェントみたいなね、形で進捗を確認して、まあ、このプライムエージェントが、まあ、軸になってね、やっていくというようなものになっています。はい。まあ、自己更新の仕組みとかもね、まあ、一個の JSON ファイルみたいなところで、やってるんですけど、はい。まあ、このリファイン欄みたいなね、部分で、まあ、プライムエージェントが、まあ、実行環境からね、まあ、リクエストを受けて、まあ、直近の、ログとかを渡して、その設定の更新案を JSON で返してもらう。まあ、モデルからね、返してもらって、それを元にですね、どんどん、まあ、このハーネストステート JSON みたいなところで、まあ、更新をしていき、まあ、それをシステムプロンプトの中に、ね、入れて、次のターンを開始していく。以降は、まあ、その更新のね、設定を読んだ状態で動きますよというような仕組み。まあ、これがですね、まあ、一応自己更新の実態になっています。まあ、別にね、なんかむちゃくちゃ、ここでね、真似させてもらおうみたいなのは個人的にはまあなかったんですけれども、はい、まあ、頭にはね、置いておきたいし、まあ、面白いね、ことをやっているなっていうのは正直思いました。はい。で、実際ですね、このプライムエージェントに関しては、まあ、プライムエージェントとかね、はい。例えばですけど、プライムエージェントとかやっていくと立ち上げることができます。はい。ちょっとね、僕使ってたの、DeepSeek V4 のね、オープンコード Go の、サブスクで使ってみてましたけど、はい。まあ普通にクロードコードとかね、オープンコードとか結構使ったことある人やったら、これか、みたいな感じでですね。はい。はい。まあ例えばね、もう君とか、例えばね、まあいろんなサブスクがここにね、まあ見えますけど、まあ僕はね、オープンコード Go で、やらせていただいております。はい。そんな感じでね、まあこれの独自ハーネスみたいな部分、実際ね、結構使っていこうと思うなら、独自ハーネスのね、まあその仕組みみたいな、ところも、まあ見ておいた方がいいかなと思うんですけれども、はい。まあ面白いハーネス登場したというところで、ちょっとお話しさせていただきました。まあこういうのもね、まあ僕はね、まあ、使う使わないの判断、もちろん自分で積み上げてるハーネスで、まあその自分がね、どうコンテキストを使い回していくかとか、積み上げていたりするっていうのもあって、優先度を落としてますけどね。まあここやったらね、ヘルメスとか、まあそういうのもね、競合としてあると思うし、まあコーデックスね、アプリが結局楽だからこれがええわとかね、様々な感想があるかなと思いますし、はい。まあ、プライムエージェントね、使っていこうかなっていう方、よかったらコメント欄の方で、教えていただければと思います。はい。まあ、面白いんですけどね、仕組みとしては。はい。そんなところで、この動画が面白いなと思った方は、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私はノートの方でね、メンバーシップやってて、こちらでは月に数回の勉強会でやったりだとか、ノートの共有やってます。勉強会ね、入門者向けからハーネスエンジニアリングまで幅広くやらせていただいておりますが、まあ、最近はね、もう結構僕が01やってる内容みたいなのがめちゃくちゃ、共有させていただいているんですけど、まあ、概念提唱とか概念整理、まあ、本質からね、どんどん切り崩していって、実装まで落とし込んでいく、まあ、そのね、ソースコード、スキル、共有させていただいていることが多いかなと思います。はい。まあ、表でね、言えないような、まあ、スキルレベルでの、共有、まあ、ループエンジニアリングとかね、結構僕は破壊的なものだったんじゃないかなと思っているんですけども、例えばそれ一つありますし、まあ、もちろんね、巷で言われているハーネスエンジニアリングと、まあ、僕がね、より深掘ってるハーネスエンジニアリング。一つの
ワードですけども、解像度が違う。スキル大全とかもね、そうですけれども、スキル一つとってもね、より細かく掘り下げて概念のレベルでですね、定義するかどうかで、全然捉え方が違うとか、例えば、スキルをただのワークフローとして捉えるのか、それとも、ハーネス一部、かつ、細かいね、概念の切り方をして捉えているのか、もう、これだけでも、ハーネスエンジニアリングとしての積み上げとか変わってきたりするんで、表面上のバズワードだけじゃなくて、実際に、この、ハーネスを深掘っていきたい、AI エージェントを深掘っていきたい、僕まだ入門者だけどっていう方に対しても、しっかりですね、全体像が見えるようになって、結構、このね、僕のコミュニティがインプットしていただけるような環境になってますんでね、こちらぜひね、興味のある方参加していただければと、思っております。はい、僕もね、もうしっかりとハーネスエンジニアリングと、取り組ませていただいておりますんで、ぜひ、概要欄のリンクの方からご参加いただければと思います。というところで、以上、マサオでした。